歴史と伝統のトモヤンブルドン、そのセンターコートに決勝を戦う両選手が姿を現しました。大歓声です。この大会のためだけに用意された美しい天然芝、真っ白なウェアに身を包んだ2人がいよいよ決戦に挑みます。満員の観客席もトモヤンブルドンカラーのグリーンに染まっています。トモヤンブルドン2020男子シングルス決勝、ロジャー・フェテラー対ラファエル・ナダール。長年ライバルとしてテニス界の頂点に君臨してきた両者の対戦です。すでにフェテラーはコート中央、ナダールはいつも通り準備に時間をかけていますが、ペットボトルを置いて、さあコイントスです。トスに勝ったフェテラーがサーブを選びました。公式データ上ともに身長は185センチですが、心なしかフェテラーが大きく見えます。ナダールがいつものジグザグダッシュ、ウォーミングアップに入ります。コート上、心地いいボールの音が響き、世界が注目するこの歴史的一戦への緊張感が会場を包んでいます。ではこの決勝を戦う両選手をご紹介してまいりましょう。今大会ナンバーワンシード、スイスが生んだ生きる伝説、ロジャー・フェテラーです。グランドスラム史上最多20回の優勝、このトモヤンブルドンでも5連覇を含む8回の優勝、特に芝の上では絶対的強さを誇る史上最高のオールラウンドプレーヤー。これまで多くの記録と歴史の扉を開いてきました。ただコート後ろの扉はしっかりと閉めてほしいところ。対するは今大会第2シード、スペインのラファエル・ナダール。レフティーから繰り出す強烈なスピンを武器にクレーキングの名を欲しいままにしてきました。全仏オープン前人未到12回の優勝を含むグランドスラム19回の優勝、このトモヤンブルドンでも2度の優勝、3度目の優勝をかけて王者フェテラーとの決戦です。なお自慢の上腕二頭筋はあえて T シャツの下に隠しているようです。初対戦から15年以上が経ち、未だテニス界の頂点にいるこの2人。これまで40回の対戦があり、フェテラー16勝、ナダール24勝ですが、芝のコートではフェテラーの3勝1敗、すべてトモヤンブルドンでの対戦です。ネットプレーも得意とするフェテラーがより速い展開に持ち込むのか注目してまいりましょう。さて現在の気象コンディションです。気温15度、湿度は 50%。 試合が始まって会場全体がさらにヒートアップすることを考えても絶好のコンディションと言えるでしょう。これまで幾度となくフルセットの名勝負を演じてきた両者ですが、このトモヤンブルドンの決勝戦は10ポイントマッチタイブレークで行われます。さあ両者ウォーミングアップを終えて舞台は整いました。このセンターコートでこれからどのようなドラマが待っているのか、新たな歴史の誕生の瞬間を皆さんと一緒に見届けましょう。トモヤンブルドン2020男子シングルス決勝、ロジャー・フェテラー対ラファエル・ナダール。まずはフェテラーのサーブで決勝戦が始まります。この最初のポイント、しっかりファーストサーブを入れたフェテラーがナダールを動かしてポイントを取りました。なおこの試合、ボールパーソンもラインパーソンもいません。世界が注目する決勝戦ですが、セルフジャッジで行われます。ここはナダールの強烈なフォアハンドウィナー。フォアハンドの逆クロス、これはアウトの判定。ただフェテラーがチャレンジを要求しました。会場の大型スクリーンに映し出されます。フェテラーのボールはラインに
かかっていません。アウトです。ポイントがナダールに入り、カウント 2-1。これはフェデラーのワイドへのナイスサーブ。いつも通りベースラインのかなり後ろに構えるナダール。フェデラーが前に行く。浅くなったロブをしっかり決めました。ナダールは強気に行きたい。ワイドへのサーブからフォアの逆クロス。これはフェデラーも叫ぶしかありません。これぞナダールという攻めを見せました。そしていつものガッツポーズ。10ポイントマッチタイブレーク。3オールになってエンドが変わります。ここはベンチに座っていいんですね。決勝戦序盤から両者が持ち味を存分に発揮しています。ここまでフォアハンドのミラーはナダール2本、フェデラーはまだありません。決勝戦独特の緊張感が漂う中、鳥のさえずりも完成となって両者を後押ししています。さあもう一本ナダールのサーブ。フォルトのコールにここはナダールがチャレンジを使います。ナダールのセンターへのサーブはラインにかかっていません。フォルトセカンドサーブです。強烈なスピンがフェデラーのバックを狙う。フェデラーのミスを誘いました。これは長年ナダールがフェデラーに対して実践してきた戦術でもあります。サーバンドボレー。落ち着いたローボレーでナダールをコートの外に追い出しました。この辺りはフェデラーの多彩な攻め。オープンコート。ナダールよく拾っている。フェデラーの股抜きショットは返りません。フォアハンドのストレート。アウトのコールに対してナダールがチャレンジ。ここは豪華3画面でご覧いただきますが、ボールはアウト。ナダールチャレンジ失敗です。5オールになりました。センターへのサービスエース。ナダール今日1本目のエース。フォアの逆クロス。フェデラーの速い展開にナダールボールを返せません。6オールで再びエンドが変わります。決勝戦にふさわしい大接戦。両者一歩も譲らない展開です。ファーストサーブが入った時のポイント獲得率はご覧のようにフェデラーが上回っています。試合が始まってまだ5分ですが、世紀の一戦はいよいよ終盤へと入っていきます。サーブで崩して浅くなったボールをしっかり決めましたフェデラー。アングルをつけたショットがアウト。ここでフェデラーミニブレイクです。ごめんなさいと流暢な日本語で謝るナダール。このショットが深い。そして前に出てボレー。この辺りが近年ナダールが進化しているプレーです。フェデラーから8-7。さあネットに詰めていく。ナダールを振って浅くなったロブを決めました。さあフェデラーのチャンピオンシップポイントです。最後はサービスエース。その場に倒れ込みました。ロジャー・フェデラー、トモヤンブルドン2020優勝。激闘を終えナダールとがっちり握手。
お互いの健闘を称え合います。チアンパイアーとも握手。ただ涙でもその姿は目に映っていないのかもしれません。会場に詰めかけた1万5000人の拍手と大歓声に応えます。素晴らしい瞬間です。フェテラーがまた新たな歴史を作りました。このトモヤンブルドン2020男子シングルス決勝、10対7でフェテラーがナダールに勝利しました。フェテラーはファーストサービスの確率が 100%。 ただナダールもフェテラーを上回るウィナーを放ち、両者とも非常にレベルの高い決勝戦にふさわしいプレーを見せてくれました。この試合は今後長年にわたってテニス史に残る名勝負として語り継がれるはずです。そして世界中の子どもたちがこの試合を見て、第2のフェテラー、第2のナダールを目指してこれからもテニスに打ち込んでいくことでしょう。140年以上の歴史を持ち、世界中のテニスプレーヤーが目指すこのトモヤンブルドンの光り輝く優勝トロフィーが今フェテラーに手渡されます。トモヤンブルドン2020優勝はロジャー・フェテラーです。